ミニ四駆は楽しいな。コーナー速くしたい。この前はリアローラーの幅を変動させることでコーナーを速くしようとしましたね。ローラーの幅の違いでかなりの速度の変化がありましたが、なぜでしたっけ？ミニ四駆がコーナーを曲がるときにはタイヤが横滑りして、それが抵抗となり減速します。ローラー幅を変えることでマシンの進行方向をカーブ方向に向けられます。これによってタイヤの横滑りが減って減速が抑えられます。でしたらステアリングをつけたらもっといいのでは？ステアリングは公式パーツの改造でやりたいですね。今は高カロリーなマシンを製作中なので、それはまた今度です。ところでバネ四駆ってありましたよね。出たなバネ四駆。この動画のコメントでシャーシ自体が曲がることに着目したコメントがありました。コースに沿ってシャーシが曲がればマシンの進行方向はカーブ方向と合います。これなら抵抗が少なくなりそうです。ということで作ります。まずはシャーシをモデリングします。バネ四駆は柔らかすぎたので硬い素材で作ります。その代わりにフロントとリアで分割することで真ん中を軸に曲がるようにします。軸固定パーツをモデリングします。バッテリー台をモデリングします。シャーシのモデリングが終わりました。印刷してきました。軸固定パーツにはナットを埋め込んでいます。リアシャーシにネジを差し込んでおきます。フロントと組み合わせます。軸固定パーツも乗せます。ネジネジ。これでフロントとリアのシャーシが固定できました。シャーシの中心で曲がります。動きも滑らかでグッドです。シャフトを通すので軸気にハトメを差し込みます。ハトメが入りました。フロントシャフトを差し込みます。クラウンギアにも通します。タイヤを取り付けます。リアも同様に組み付けます。タイヤ周りを組み立てました。いい曲がりです。曲がってますけどプロペラシャフトはどうしますか？両軸のモーターを使います。片方の軸にミニ四駆ゴムパイプを取り付けます。プロペラシャフトを切ったものをゴムパイプに差し込みます。これによって曲がっても動力が伝わるようになりました。結構曲げても回転が伝わっていますね。モーターをシャーシに搭載します。ギアの噛み合いを確認します。リアのピニオンとクラウンギアがキツキツです。クラウンギアをほんの少し削ります。出っ張りを薄くしました。タイヤを回してみます。滑らかに回るようになりました。タイヤを前進方向に回すとフロントのプロペラシャフトが開きます。プロペラシャフトカバーを作りました。固定します。プロペラシャフトが開かなくなりました。バッチリです。グリスも塗っておきます。次はバッテリー台を作ります。印刷しました。モーターカバーも兼ねています。ここにバッテリーとモーターの電極をつなぐ銅板を取り付けます。銅板と銅線をハンダ付けします。バッテリー台に両面テープを貼ります。銅線とピンヘッダをハンダ付けします。バッテリー台完成です。バッテリー台をマシンに取り付けます。固定します。いいシンプル感です。ローラーを取り付けます。固定します。滑らかに回転しています。スラスト角は8度にしています。可動の関係で少しフロントが浮くので角度を深くしています。ローラー幅はできるだけ広くしました。最後にバッテリーを乗せて。ステアリングシャーシミニ四駆の完成です。早速動かしましょう。マシンが動いています。そのままシャーシを曲げます。しっかりと四駆でタイヤが回転しています。シンプルな接続方法なのに意外と機能していて驚きです。曲げすぎるときつそうですが、コースではここまで曲がらないので問題ないです。走らせましょう。走らないですけど、どうやらバッテリーの供給可能な電流が足りていないようです。強めのバッテリーに乗せ替えます。ワンモアタイム。いいトルク感です。コースで走らせます。なんかめちゃ遅いです。シャーシが曲がりっぱなしになっています。それでもまっすぐ走っていてバグみたいです。シャーシの曲がりをフリーにしすぎました。これはヘナヘナすぎです。この部分にバネを追加します。しかしこれだとバネの反発の調整が難しいです。バネ四駆の素材が残っているのでバネパーツを自作します。印刷しました。機能するんですか？押します。しっかりと反発します。いい動きしてます。バネパーツをマシンに取り付けます。差し込むだけで取り付けができます。ネジ止めじゃないので交換も楽ですね。これでシャーシがまっすぐに戻るようになりました。早速走らせましょう。どう？今度はしっかりと走りましたね。うまくいってよかったです。普通のとの比較を見たいです。バネパーツを硬い素材で印刷しました。これを取り付ければ曲がらないシャーシに早変わりします。どう？こちらも問題なく走っています。映像を重ねてみましょう。先行しているのが固定です。曲がりが固定を追い抜きました。
この短い周回で追い抜くとなるとかなり速くなっていますね。というか曲がるとプロペラシャフトの抵抗が強くなるのに、普通に速くなってて驚きです。コースでは曲がりが浅いのでそこまで抵抗が強くならなかったのでしょう。バネの硬さによる違いも見てみましょう。ソフト。戻るときにボヨヨーンってなっています。ミディアム。バチッと戻りますね。ハード。明らかに硬いです。戻りも縛って感じです。走らせましょう。ソフト。ゴール。ミディアム。ゴール。ハード。ゴール。バッテリー交換して逆順で再走します。ハード。ゴール。ミディアム。ゴール。ソフト。ゴール。こんな結果です。ミディアムが速くて安定しています。てか本当にカーブでシャーシが曲がっているんですか？スローで見てみましょう。ソフト。あまりわからないかもです。レーンチェンジがわかりやすいです。大げさではないですが曲がっていますね。コースのカーブは緩やかなのでこれが正しいです。ミディアム。浅くなりましたがまだ曲がっています。ハード。ほとんど曲がらないです。レーンチェンジ時の衝撃も吸収できていません。衝撃吸収も曲がりのメリットですね。コーナーの立ち上がりも見てみます。コーナーの出口でふらつくと減速します。ソフト。いい感じです。ちょっと壁に当たるのが早めです。ミディアム。来週は同じ感じです。さっきよりも壁に当たるのが遅くなりました。比較。ソフトはここで壁に当たっています。バネの反発が弱いのでシャーシがまっすぐに戻りきっていなそうです。柔らかすぎもダメなんですね。ハード。どちらも壁に当たっていません。ここまで差が出るとは思いませんでした。結果をまとめます。コーナーではシャーシが曲がった方が早かったです。逆にストレートではコーナーの立ち上がりでふらついて減速しました。一長一短なのは分かりました。タイムアタックでミディアムが良かったのはなぜですか？ミディアムはカーブで程よく曲がりました。ストレートも1枚分は壁に当たらずに走行していました。そのためストレート1枚で他が全てカーブのこのコースでは有利だったのだと思います。ステアリングシャーシはコースとセッティングによっては有効ということですね。そんな感じです。今回の機構はミニ四駆パーツで再現できそうだからやってみようかしら。まずはシャーシを切ってと。ストップ。右上の円筒を持ってみてください。ただの電池ですよ。曲がりますか？曲がらねえ。電池はここに置きますよね。これは曲がらん。今回の動画中に制作予定マシンの伏線を4つ入れたので見つけてみてね。それではまた。のし。